知り合いからそら豆を大量にいただいた。塩水でさっと湯がいて食べても美味しいけど、残りは自家製の豆板醤にする。豆板醤に必要な材料はそら豆、米麹、唐辛子、塩の4つ。まずはそら豆を鞘から外していく。中国四川省で生まれた発酵調味料豆板醤。中国とりわけ四川料理にとって核となる調味料だ。私たち日本人にとっての醤油や味噌のようなものなのだろう。もともとは塩を加えた麹でそら豆を発酵させて味噌のようにしたものを豆板醤と呼んでいたらしいが、いつからか唐辛子を入れるようになり、それが主流となっていったそうだ。豆は包丁で少しだけ切れ目を入れておくと後で皮を剥きやすい。5分ほど蒸して火が入ったら冷ましておく。粗熱が取れたらそら豆の皮を剥いてすりつぶす。ちなみによく似ているコチュジャンは朝鮮半島発祥の調味料。米やもち米を麹で糖化させ、唐辛子と一緒に熟成したものだ。豆板醤とコチュジャンの一番の違いは、豆板醤が辛みと塩味が特徴なのに対して、コチュジャンは辛みと麹由来の甘みが特徴。どちらもよく使うけど、豆板醤は炒め物や煮物、コチュジャンは鍋やスープのタレによく使う。豆板醤は炒めることで香りが良くなり、油とよく絡んでくれるのに対して、コチュジャンは甘さがある分、タレとして火を入れずに食べても美味しい。調味料と混ぜ合わせて瓶に入れたら、半年から1年ほど発酵させて完成する。豆板醤を仕込んでから1年ほど経った。そろそろそら豆がスーパーに並ぶ頃、今日は去年作った豆板醤を使って麻婆春雨を作る。にんにく、生姜、ネギをみじん切り。麻婆春雨は中華料理の定番だけど、実は永谷園が考えた日本オリジナルの創作料理らしい。パンチの効いた麻婆とさっぱりとした春雨が絡んだ私たちの大好きな一品。鍋に油を入れて刻んだ食材を弱火でじっくりと炒めていく。しびれるような辛さのホアジャオも一緒に。炒めている間に人参、椎茸、ニラも食べやすい大きさに切っておく。具材の香りが立ってきたらひき肉を入れる。
ひき肉にある程度火が入ったらカットした野菜を入れる。春雨はお湯で戻しておく。春雨は国産のものと中国のものとでは原材料が違う。緑豆のでんぷんから作る中国の春雨は細くて光沢があり、コシがあって煮崩れしない。一方、芋のでんぷんから作る日本の春雨は中国産に比べると太く煮崩れしやすいが味が染み込みやすく、肉じゃがなどの煮物や鍋などに向いている。普段は豆板醤と甜麺醤か味噌で味付けするが、今日はせっかくなので豆板醤とコチュジャンの両方を使う。種類の異なる辛さを重ねることでコクのある味わいになる。戻した春雨を加えて少し煮込む。味が整ったらニラを加え、片栗粉でとろみをつけて完成。最近よく使っているこの片栗粉は水で溶かなくてもすぐに使えるとろみちゃんという商品。簡単にとろみをつけられるから我が家の定番調味料に仲間入りした。とろっとしたあんが春雨に絡んで美味しそう。お皿に盛り付けていただきます。The birds fly south as the light leaves your eyes. Hold on to your dream. Oh, I know you wanna scream. Since the day you're born, you're just a flower on your own, waiting for the sun to blossom, hoping to break through the storm. Soft skin, there's gotta be a brighter day, a summer breeze on silk and honey, a big white horse is running through the golden doors. You know you gotta take the ride. It's now or